こんにちは、トバログです。今日は最近買ったアイテムについて紹介します。最近はこれを買いました。無印良品のナイロンメッシュバックインバッグというアイテムです。簡単に言うとバックインバッグでトートバッグとかバックパックのポケットがないバージョンのものとかに入れて手帳とかタブレット端末とか Kindle とかそういうものが散らからないようにオーガナイズするものですね。僕普段はガジェットポーチを持ち歩いていて、でその中にモバイルバッテリーとか小さめの充電器とかそういうものを収納してるんですけど、ちょうどよくねこういうメモ帳とか収納できるもの持ってないなと思って、でそれで無印良品にこれが売ってるのを思い出して早速購入してきたという感じです。このグレーのカラーもいいし、サイズ感もすごくちょうどいいし、メッシュなんで中に何を入れてるのかっていうのが結構ね見やすいかなと思って購入してるんで、今回はこれについてちょっと紹介しようと思います。はい、こちらが無印良品のバックインバッグですね。正式名称はナイロンメッシュバックインバッグの B5 サイズです。サイズは2種類の展開があって、B5 サイズ、これですね。これとあと A4 のサイズがあって、それぞれ B5 サイズが1090円、A4 サイズが1290円とかなり低価格帯で、カラーがグレーとブラックの2種類あって、僕は結構持ち物をグレーとかホワイトで統一したいタイプなので、このグレーを購入しました。このバックインバッグを購入した理由としては、まずこういう辞書のような書籍とか、あとノートとかを気軽に持ち運びたいっていうのがまず一つ理由としてあります。こういうノートとかって、そのままカバンの中に入れるとちょっとね角の方が折れ曲がっちゃうんですよね。辞書とかもこのボロボロになってきちゃうっていうのもあって、直接バックパックには入れづらいなと思っていたんです。なのでこういう風に収納しておけばカバンの中でかさばらないし、バラバラにもならないし、保護もできるっていうことで、購入しています。ガジェット類に関しては昔も動画で説明してるんですけど、こういうガジェットポーチを専用のものを持っていて、でこの中にこういうモバイルバッテリーとか、USB のマルチハブとかを収納してるんですが、結構ね全部持っていくと重たいので、時々ちょっと出かける時だったら、例えばモバイルバッテリーだけを持ち出したいっていう時はこうやってバックインバッグに収納して持ち出すことができるんで便利ですよね。ポケットの少ないバックパックを持ち出す時とか、あとトートバッグとか、ポケットが少ないカバンで出かけるっていう時もあると思うんですが、そういう時にかなり重宝するアイテムだと思っています。でサイズ感ってどんなもんなのっていうところを見るためにちょっとサイズを測ってみようと思います。よいしょ。幅がだいたい 31.5 センチぐらいですね。で高さがだいたい 20.5 センチぐらいです。結構ねサコッシュとかだとちょっと大きめかなと思うんですが、トートバッグとかだったら全然入るサイズ感だと思います。でマチを見てみると意外とこのアイテムはマチが薄くて、ちょっと押してみるとこのぐらいですね。本当に 1,2 センチぐらいのマチなんですが、一応底面がこう袋状になっているというか蛇腹っぽい感じになっていて、そこそこの厚みのものまでなら入りそうな気がしています。なので書籍とかだけじゃなくてちょっとしたペンケースとかも入りそうですね。基本的にはここからマチが広がっているわけではないので、あんまり立てて使うっていうタイプではありません。ここはファスナーとかではなくてボタンでただ留めるだけになっていて、内側にはポケットがいくつかあります。大きめのポケットが1、2、2つあって、でメインポケットですね。ここにタブレットを入れたりとかできるようなメインポケットがあって、そしてこちら側に小さめのポケットが3つ備わっています。こっちにはペンを入れたりとか、普段使わないカッターとかハサミとか、あとケーブル類を収納できるっていうイメージですね。実際に手に持ってみるとめちゃくちゃ軽い感じがするんで、ちょっと重さを測ってみたいと思います。はい、重さは実測値で 73g です。めちゃくちゃ軽いですよね。73g っていうともちろんスマートフォンよりも軽いです。参考までにいつも使ってる iPhone のケースとガラスフィルムを合わせた重さが 215g でした。メッシュ素材なのでかなり軽いんですよ。だから普段使うカバンの中に入れておいて、仕切りとして使うっていう風にしても多分ね体感的にはほぼ誤差はないぐらいなのかなと思います。難点としては通気性はもちろんなんですけど、水も通すっていう感じですね。なのでカバンの中が濡れた状態でこれを
しまうと中まで水が浸透してしまったりとか、あと歯ブラシを入れたらこうメッシュの部分からこう水が漏れてきちゃうとか、そういうことがあると思うんで、その点については注意が必要だと思います。あともう一つの特徴としては、ここに取っ手がついているんですよ。だからちょっとした会議の時とかに iPad とかメモ帳とかそういうのを入れて、ここを持って出かけるっていうこともできます。オフィスから会議室に移動する時ってあんまりバッグとか持ってかないと思うんですけど、こういうバックインバッグだったら会議用のグッズっていう風にまとめておいて、これをこう持っていくっていうこともできそうですね。はい、じゃあここからは実際にこのバックインバッグを使って持ち出そうと思っているものとかを収納してみたいと思います。必ず持っていくっていうわけではないんですけど、これですね、Kindle Paperwhite とかもここに収納できます。こっちのちょっと大きめのポケットの方にスッと収納できます。もちろん Kindle Paperwhite だけじゃなくて、例えば新書とか文庫本みたいなのも入りそうですね。あとは結構使うんですけど、このチェックリストも持ち歩きます。ガジェットポーチを持ち歩くっていうほどでもない外出の時用にモバイルバッテリーを入れたりとか、あとケーブルですね、充電用のケーブルを同じくこのポケットに収納します。であとは PC で使うハブと、たまにノートで重要なところに線を引く蛍光ペンと、あとはハンドクリームと、あとはいつも持ち出す時に使うノートを収納してみます。これでこんな感じに収納できました。グレーの半透明なんで、こんな風に収納してもどこに何が入っているのかが一目瞭然なのが結構嬉しいポイントですね。ただ注意点としては間違がほぼないんで、ここをこうやって無理やり閉じるっていうのもちょっとねきつそうな感じがしています。こんな感じでノートとかモバイルバッテリーとか、厚めのものを収納してるんで仕方がないといえば仕方がないんですが、こんな風にバックインバッグとしての機能は果たしてくれているかなという感じです。でこんな風に収納したら、例えばねこういう感じのペラペラのトートバッグが今手元にあるんですけど、こういうトートバッグにこのままこんな感じで収納して、そのままこう持ち出すことができます。こういうトートバッグってこのポケットとかが備わってない場合が多いんですよね。そういう時に細かいノートとかペンとかモバイルバッテリーとかをガシャって入れてしまうのはちょっと怖いので、こういうバックインバッグが一つあるとかなり便利にいろんなカバンが使えるようになるのかなと思います。バックインバッグがあることによってこういうトートバッグの使い道も増えるんで、そういうのはね嬉しいですよね。あと例えばちょっと前に紹介したこのマリメッコのバックパックも小さいポケットが備わっていないんですよ。あんまり小物入れとかのポケットが備わっていないんで、そういう場合でもこういうバックインバッグはかなり重宝すると思います。よいしょ。こんな風にもう入れるだけで使えるんで、トートとしても使えるしリュックとしても使えるしっていう感じですね。で僕が購入したバックインバッグは B5 サイズなので、基本的に大体のカバンの中にこの縦のままさっと収納することができるんですが、 A4 サイズだと多分このまま入れるっていうのは難しくて、縦にこう入れるっていう感じになりそうですね。こういう使い方も結構便利です。あとは例えばガジェット好きの観点から言うと、例えばこの B5 サイズだと iPad Pro の11インチを収納するのにちょうどいいサイズ感なので、例えばこの iPad Pro 11インチとマジックキーボードを装着した状態で、真ん中の大きめのポーチに収納して、でこういう細かいアクセサリー類ですね。こういう細かいアクセサリー類を、こんな風にモバイルバッテリーとか、あと画面拭きとかを収納して、iPad 用のオーガナイザーとして使うこともできなくはないかなと思っています。基本的にクッション性は皆無なので、バックインバッグ前提としての持ち歩き方なのかなと思うんですけど、iPad で使いたいアクセサリー類だけをまとめてカバンからカバンに移動するっていうこともできます。あとはここを持って会議に出かけるっていうこともできるんで、iPad 11インチを含めて、このサイズ感の iPad 用のオーガナイザーとしても使えるんで、そういう点は便利かなと思います。という感じでこのバックインバッグを紹介してみました。いろんな使い方ができると思うんで、ぜひ自分の使い方に合った使い方を探してみてください。はい、こんな感じで無印良品のバックインバッグについて紹介してみました。僕が購入したのはこの B5 サイズなので、
雑誌とかそういうのは入らないんですけど、ちょっとしたタブレット端末とか、ノートを入れたりとか、そういうのがねしやすくなったんで、個人的にはいい買い物だったのかなと思っています。普段バックパックを持って出かけるときは、バックパックに結構ポケットがあるんで、そんなにこういうバックインバッグってあんまり使わなかったんですけど、ちょっとトートバッグで出かける時とか、そういう時にねこうやってここを持って持ち出すとかもできるんで、結構便利かなと思っています。気になった人は無印良品のオンラインストアとかでも販売されてると思うんで、よかったらチェックしてみてください。トバログではこの動画の他にもカバンの中身のインタビューとか、あとガジェットのレビューみたいなのをよくやっているので、もしよかったらチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。